3月の中旬くらいまでは、まだ僕は余裕があるっていうかさ、みんなちゃんと備えてねっていうか、パニックになっちゃダメよ。はいどうも、占い師の三森太陽です。今日も元気です。ということで、今月もやってまいります。3月一発目の、占いと時事です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。もう3月です。ね、そろそろ1年になるね、この占いと時事ね。最初始めた時はね、どうなるかなという感じではあったんですが。1年持ったかな？おかげさまでね、好評と言ってもいいんじゃないですかね、これで知った人もいるっていうことで。ね、ありがとうございます。ね、ということでございますので、今週もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、入りましょう。収録日は3月の3日、おひな様ひな祭りでございます。月食だね。月食です。問題がなければ3月5日木曜日にアップされていると思います。では、今週も4つのジャンルに分けて、ニュースの方をお届けしてまいりましょう。リアルイベント開催決定。占い界の重鎮チャズとセレーネ代表水森太陽によるネットでは言えないスペシャルトーク 2days。 ゲストに増形一馬先生と加納ココ先生も登場。ご予約受付中、お見逃しなく。さあ、まずは今週のエンタメスポーツでございます。今週は3本ご用意させていただきました。まずは、なんかエンタメっぽいニュースですね。SnowMan 宮舘涼太さん、日テレ、黒田美優アナウンサーとの熱愛報道でございます。はい、人気グループ SnowMan の宮舘涼太さんが日本テレビの黒田美優アナウンサーとの熱愛ということでございまして、2月25日発売の女性セブンプラスで報じられました。2人は約1年前から交際しており、宮舘さんの自宅への宿泊もあるとということでございまして、伊達様と呼ばれておりますけれども、この伊達様の熱愛報道は今回が初めてということでですね、大変注目を集めているわけでございます。お二人の相性とかもろもろお聞かせいただければと思うんですが。はい。だから2人ともスキャンダルとか出やすいタイミング、これスキャンダルって言っていいのかわかんないけど、なんかそういうネタが出やすいタイミングだったのかなっていうふうには思いますと。ファンの方の間ではね、結構そういうお付き合いがあったんだっていうところもありつつも、やっぱちょっとネガティブな反応されてる方もいますからね。だからカノトとキノトなんだよな。だから地中水面いうところの相性はちょっと怪しいと。だけどスノーマンの宮舘さんは鳥を持っていて、彼女牛持っているから見取り牛を形成しますと。でスノーマンの宮舘さんの仕事を表すところにウサギが入ってるから鳥が強くなっちゃって、仕事のリズムみたいな狂わすみたいな感じはあったりする相性だよね。だけど本人としては多分心地がいいんだろうなっていうか、なんか多少なんていうのかな、カットされてというか、なんかそう絶妙な相性ですよ。なるほどね。今年なんていうのかな、恋愛とかみたいなことっていうのが進むような運勢にスノーマンの宮舘さんはなっているし、そもそもこの人3月25日生まれでしょ、だからお羊座の頭の辺に太陽があるわけだ、ここに土星と海王星2500年ぶりに入ってきたやつ、あれが重なるっていうのがあって、で今度はこっちの黒田さんの方は12月20日生まれだから伊手座の最後のところなんだけど、今ちょうど天王星がそこら辺うろうろしてるのね、だから出るべくして出たかなっていう感じには思いました。なるほどね。2人ともね、このお付き合いどういう風になっていくのかね、ちょっと注目ではございますね。そうですね。さあ続いていきましょうか。続いてはこちらも注目でございますね。大野聡さん、嵐のツアー最終日に退所発表でございます。嵐の大野聡さんがグループの活動終了に合わせて5月31日付でスタートエンターテインメントを退所すると発表したということで、本人がコメントを公式サイトで公表しております。5月31日がね、いわゆる嵐のツアー最終日ということで、その日に退所ということで、なんかちょっと大野さんらしいなという感じではございますが、以前も占いましたけども、今年ちょっと運勢的にはどうなんでしょうかね。今年はいいんじゃない？ちょうどギリギリいいところで抜けるんじゃないかなっていう気がしますけどね。ファンのために付き合ってくれた感じもあるような気がするのね。本人の中ではもう 1,2 年前から自分の好きなように生きたいっていう感じには多分なっているんですよ。そんな中のまだちょっと華やかな年っていうのが去年とか今年だったりするからね、ありがとうっていう感じかなっていうふうに思いますけどね。やっぱ大野さんね、責任感もね、あるでしょうし、お優しいところもあるでしょうから、やっぱりそういう思いでちょっと最後ここまでっていうところなのかもしれないですね。好きなこと多分もうやりたいんじゃないかなとは思いますけどね。本当にね、5月31日まで、ちょっとね、また注目ね、引き続きしていければと思いますけど、本人の中ではこの4ヶ月は辛いそうには見える。そっか、そうなっちゃう。だから頑張ってくれるんだと思います。応援したいですね。さあ、そして
、こちらは応援されてたのか何なのかというところがあるんですけれども、ホリエモンガラガラ武道館ライブ動画が拡散。堀江貴文さんがですね、24日、日本武道館のアイドルフェス、天下一武道館に、実業家の林直弘さんと、それから実業家の山本浩二さんと一緒にですね、演歌歌手として、ちょめちょめか。ちょめちょめ、出演したということなんですけども、もう客席がガラガラだったっていう動画が、SNS で拡散しましてですね、過去に俺が出れば客が来るっていう発言もしていたということで、ちょっとこれも掘り起こされたんですけれども、堀江さんのサイドとしては、いや、それはプロデュース公演の話で文脈が違うんだということで、反応してらっしゃるということで、なんと言いますか、話題に事欠かないなという感じでございますね。堀江さんの市中水明だと運がいい時期もう終わったんじゃないかな、去年あたりで。あ、そうなんですか。だから逮捕とかされてるけど、運は比較的いい流れでずーっと来てたと思うんですよ。で、こっからはなんていうのかな、たまにあの人炎上するでしょ。そんな感じの人生になってくんじゃないかな。たまに炎上する人生っていうのもちょっとあれですけど、でも注目はだからどうしても集まっちゃう方ですよね。そうだけどもなんかね、林さんも見たけど悪目立ちだったし、こういうこと増えてくんじゃない。だからもう終わったかなっていう感じには、もうそのなんていうのかな、イケイケで自分のもともと持ってる頭の良さと人付き合いとか仕事ができる感じとかで開拓していくっていう感じは、一旦そのターンはもう終わっていくのかなと。なるほどね、そういう感じかなと。もともと強い人だからね、いろいろ目立ってはいくと思うけど、はい、お疲れ様でしたっていう感じはしますけど、運勢だけ見るとね、運勢だけで見ると、だから占いとかどうせ嫌いでしょ。だから活躍するんじゃないですかね。今後はね、努力で、はい。だから今後もホリエモン活躍してたら、それが多分努力っていうことだよね。なるほどね。人間努力でもね、いくらでも叶うことありますから、頑張ってほしいですね。なるほどね。ということで、形でね、やはり今後も注目されるのかなという気がしますけれども。はい。というわけでございまして、今週のエンタメスポーツ3本お届けいたしました。さあ、続きましては、今週の政治経済でございます。政治経済ですね。やはりちょっとイランのね、件が気になるところではあるんですけども、ちょっとここは国内のことで、絞って、お話をいくつかしていきたいと思います。まずは、日経平均株価、一時1500円超下落。ホルムズ海峡封鎖でコスト増や消費減退懸念ということでございます。3日の東京株式市場で日経平均が一時1500円超下落いたしまして、56,400円台で推移しておりました。これはアメリカとイスラエルのイラン攻撃によるホルムズ海峡の事実上の封鎖で原因は高騰、インフレの懸念からですね、小売や自動車など幅広い銘柄が売られているというところが影響しているようでございます。だって原油ってリッター300円台とかになりそうなわけでしょ。長期化すると備蓄が半年以上あるよと、8ヶ月あるよっていう話ももちろんあるけど、だからそれが切れるとさ、計画停電とかさ、計画停電懐かしくないですか。ありましたね。原発を止めているので、オイルとかでやっていて、中東に 97% くらい今でロシアからもらえてたのに、それもいらねってやっちゃったでしょ、なってると。で、問題はガスの方が多分3週間とかしか備蓄がないんだよね。で、10%くらいは多分ね、依存してたはずなんですよ。で、ほとんどはオーストラリアに切り替えてるからまだマシなんだけど、だからアメリカから高いもの買うかとか、そういう話も出てきますよね。なかなかそういった国際情勢どうしても影響が出てきてしまいますね。だから、動力だからさ、電気代が上がるくらいって思っちゃダメで、輸送コストとかもオイルでしょ、それから電力もそうだから、電力ってどこで使うかって言ったら工場とかなんですよ。で、オイルが上がれば工場がで作るものは全て上がるんだよね、日本製品高いっていうことになってくるんだよね。日本は結構致命傷、今回の戦争はね、長引けば長引くほどなってくるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。厳しいですね。そんな中、国内の金価格が上昇しております。先週末から一気に1000円以上上昇ということで、イランの攻撃を受けて安全資産として金が買われて、田中貴金属さんの店頭価格がですね、1グラム 29,865 円と、先週末比で1131円の大幅上昇ということでございまして、やはりちょっと現物が高騰しているようでございますね。じゃないかな。そうなってくるよね、こういう時代は。結局、だからもう何年も前からずっと言ってるけど、明治維新の前、幕末とか、それから第二次大戦の時と今は一緒ですよと、そういう時代だなっていうのを言ってました。ね、ずっとね。銀と、短期的には NVIDIA いいって言ってました。いいよね。
だから占い師のせいにはしないでください、とりあえず言ってました、いろいろね。はいはい。さて、そのイラン戦争に関してなんですけれども、日本政府としてはイラン攻撃賛否は明確にせず、邦人の安全や原油の確保へ注力をするというふうに発表されております。これはですね、G7 などの動向を慎重に見極めているというような状態ということでございまして、でだから自衛隊も助けるっていう名目で出すんでしょ、中東に。そういった報道も出てますよね。大丈夫だけど、なんかどっちかって賛成寄りには見えるよ、言い回し的には。なるほどね。なんか核は許さないとか言ってるでしょね、だから、知らんぞとは思う。なかなか知らんぞとは思うかな。だから結局恨みの連鎖みたいになっちゃうわけじゃない。そうですね、そうですね。だからそれはなんかうまく止められるような流れがあればいいなとは思うんですけども、だからといってというところではありますし、ね、日本今交渉材料そんなないからね。だけどまあなーっていう感じだよね。このあたり詳しいところはね、国際情勢の方でも触れていければと思います。そうだね。その中政治経済ラストでございますけれども、そんな中でこの話題もなんとも高市総理自身を名乗る仮想通貨サナエトークンを注意喚起ということでございまして、高市早苗首相がサナエトークンになる仮想通貨について自身は一切関知しておらず承認もしていないと得る注意喚起、名前を無断で使われた形で詐欺的な誤認を警戒しているというところではあるんですが、これに対してですね、ひろゆきさんが関与否定に疑問を呈しておりまして、公認チームサナエが日本を変えるとなる X アカウントがサナエトークンを告知しているポストを引用して、高市早苗公認講演会のアカウントがサナエトークンを告知してるんだけどどういうことなんだろうと疑問を投げかけたと。実際この講演会のアカウントね、やっぱり高市早苗さんとの公認講演会ですから。だから高市さん界隈とかも推してるかのように見えるようなね、溝口さんでしょ。このサナエトークン自体がそうですね、いわゆるブレイキングダウンとかでおなじみの溝口さん、リアルバリューとか、堀江さん界隈だったり、あとは陰謀論界隈だとあれか、あとノーボーダーとかでしょ。で高市さんとかと通貨だって言われてる藤井教授とかもサナエトークンとかじゃないけど、そういうのをさ、なんかその場のノリでなんかお話ししてたよねっていう、もうなんか大変だなっていう風に。高市さんの運勢そんなに今は良くないんですよ。これ言ってましたね、そうだから2月3月4月5月どうかな、5月の多分中旬までは高市さん結構運勢微妙なんですよ。だからこういうのいろいろ出てきちゃうなと。他にもなんかあったじゃないですか、ギフトとか、アナログギフトのねとかね。そうだから、高市さん今は大変な時なんだろうなとは思いますというふうに思いました。なるほどね。溝口さんだって前に春までこうね、いろいろ荒れるぞと、天皇制来てるからなっていう言ってたよね。ありましたね。そう俺どうしようね、ブレイキングダウン今野さんとねこう絡んでてそうしばらくこの人はお騒がせするんじゃないですかね。なるほどね。まあね、いずれにしても注目はどうしてもちょっと集めちゃうのかなと。レクリ今野さんいい人だったんで、最近コラボ動画上がったんでよかったら見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでございまして、今週の政治経済こんなところでございます。さあ、続きましては国際情勢でございますが、まあ何をおいてもイラン・イスラエル戦争勃発、このニュースが尽きるところではございます。2月28日に始まりましたアメリカとイスラエルによるイランの攻撃が続く中ですね、現在ハメネイ師が死亡したというニュースも出ております。現在イランは暫定政権、暫定新体制を発表いたしまして、またイランによるホルムズ海峡でのタンカー3隻の攻撃も伝えられているということで、非常に事態としては緊迫している状態でございます。トランプ大統領はですね、まだこの後も大規模攻撃は間もなくということで、さらなるイラン攻撃、さらには長期化も示唆しているということで、ちょっとなかなか厳しい状態が続いているわけでございます。これはっていう感じで、僕はだから3月3日くらいから危ないっていうような話とかしてて、ハメネイさんの運勢が3月とかめちゃめちゃ悪かったんですよ。ですでに2月の時点でもちょっと落ちていたんだけどっていう感じだよね。もうすでにという感じだったんですかね。きついよね。でその流れの中でだからハメネイさんの悪口キャンペーンみたいなこれからアメリカはするわけでしょ。だから女性の権利がとかそういうこととか自由をこれだけ縛ってたっていうようなのがアメリカ系の報道ではあるじゃないですか。多分中立に報道するのってアルジャジーラくらいでしょになりますかね。日本はみんなアメリカとかを見ているからっていう感じだし、他にもいろんなニュースがあるじゃないですか。そうですね。今ざっと見た感じですと、トランプ大統領の攻撃の話に対しては、ロシアとしては外交解決への回帰を要求していたりですとか、それから欧州首脳や湾岸諸国はイラン攻撃に対して懸念を表明しているなどのニュースがあるんですけれども、そんな中でですね、ちょっと気になるニュースといたしまして、イランが攻撃直前の2月26日から27日頃ですね、高濃縮ウランの放棄の意向を協議仲介のオマーン外相の方に会談ですでに意欲を示していたと
3月2日に実務者会合で、さらに1週間以内には次回協議の予定だったという流れで、今回のこのアメリカ・イスラエルの攻撃が始まった、だからもうなんていうのかな、規定路線だったっていうことでしょ。そういうことなんですかね。多分イスラエル的にはそうなんでしょ。アメリカは分かんないよ。そうですね、ルビオ国務長官の方が、イスラエルがアメリカに軍事行動を強制した形だったという。だからもうやるって決めてたんでしょ、イスラエルは。だから協議なんて最初からさ、ハルノートじゃないけど茶番というかさ、まあこういった事態になってしまってますからね、それはね、あまりね、そういった風にしてほしくはなかったところではあるのかなという気もしますけど、イラン9000万人いるんだよ。なるほどね。ペルシャだよ、文明だよ。だってあそこ壊されたでしょ。そうですね、テヘランのね、世界遺産のゴレスタン宮殿、ここが爆発の衝撃波で窓や扉が破損したということで。ふざけんなよ本当に、ね、ごめんね。文化とか好きなんですよ僕は。そうですね、行ってみたかったから。2013年に世界遺産に登録されていたということだったんですけども、ね、これも被害を受けてしまってますから、ちょっとこういった事態に。そうなんか、政治思想とか強い人とかだったらさ、だからアメリカ様には逆らえないんだから賛成だってなるのかもしれないけど、文化とかはね大事だよとは。もうイランに至っては文明ですよ。ペルシャですよ。メソポタミア文明ですよ。そうなるとあの辺全部入ってきちゃうけど、まあね、やっぱり人類の文化文明というものがやっぱり積み重ねられてきたものがありますから、やっぱりそういったものがね、既存してしまうような事態っていうのは、なるべくならやっぱり避けてほしかったなというところがありますね。そうね。だからエゼキエル戦争って言ってさ、聖書とかでイランとかのあたりからイスラエル攻撃が来ないと天国に行けないんだよね。すごいそういう予言の成就みたいなさ、陰謀論みたいでしょ、都市伝説みたいでしょ、受かった見方で見ちゃうよね。それ狙ってんのかなみたいなさ。この流れがあるとそういうふうに認識する方がいてもおかしくはないかなってなりますよね。中東タッカー・カールソンもなんか飛ばしかもしれないけどなんか言ってるでしょ。そうなんですよ。サウジアラビアとカタールの当局がモサド工作員を爆破計画で逮捕したという情報がタッカー・カールソンの方から発信されているということで、ちょっとまだ現時点では不明なので続報を待つ必要はありそうなんですけども、こういった情報も流れてますし、それからタリバンがパキスタンに報復攻撃をしたということで、兵士、報道官の報道によりますと、兵士55人殺害ということで、挑発なしの攻撃とこれを非難して、パキスタン側としては領土と国民を守るために必要な措置を取ると表明したということで、なんか肥沃な三日月地帯ですよ。歴史の教科書でやったやつだからね、なんかそう本当になんか歴史で学んだことがなんかそのままこういう形で生かされるっていうのもちょっとね、なんか文明圏だからさ、やっぱり思っちゃうけどね、なんかね、第三次世界大戦みたいなのしたい人いるのかもしれないよね、本当にね。アメリカの方ではね、テキサス州で銃乱射事件が起きてて、その容疑者がアラーの所有物と書かれた服を着ていたっていうのもね、イラン戦争の後にちょっとそういった事件も起きてるってことなので、なんか本当にあっちこっちでなんかそういうことが起きてるなっていう、もうそういうのもなんか20の中だけにしてほしいよね。本当にドラマの中だけにしてほしいですね、なんかだからそれだってさ、どういう仕掛けでそういう風な動きをその人がやったかもわかんないじゃん。確かに。いや本当にやりきれんですよね。だから結局トランプさんって戦争しない大統領って言われてたわけじゃん。そうですね。でだから最小限に抑えようとしてるようには見えるよ正直。だからルビオが言うように参戦しなかったらもっと死んでたっていうことでしょ。そうですね。だから減らす交渉人みたいなことでしょ、資金を。確かにそうですね。だから自分のスキャンダルがバレるかもしれないってトランプ嫌いな人が言ってるようなことが原因かもしれないし、もしかしたらトランプのスポンサーっていうのがいてね、その人たちをかばってるかもしれないよね。もっとね、チラチラすごい名前、日本だってすごい名前とか出てきてるじゃん。いろいろありますね。そうだからもっとかばわなくちゃいけない人たちがいるのかもしれないよね。だってイスラエルとエプスタインって繋がってたんでしょ。という話もありますね。そうだよね。だからアイさんとかもさ、いっぱい情報出てきてて、ビットコインのこととかかなりね、だから散々そういうクリプトネタいっぱい話してたんだなってやっぱ思っちゃうよね。どうしてもその流れがあるとそう見えちゃいますよね。わかんないですけど。仕掛けてる側だったんだなみたいな、なんかね、面白いよね。だからね、情報ってないと本当にいろんなニュースが錯綜する時期だって言ってたけど、とんでもないスピードでいろんなの出てくるね。いや本当ですね、日本にも本当にもう影響が出ることですから、なかなかちょっと安穏ともしてられませんので、とりあえずネタニヤフさんとトランプさん見たよ。そうだね、やっぱりここは重要ですよ。どうですか。人生の中で最大に炎上するのが彼の人生だな。今年来年なんですよ。
そうでしょうね。ホリエモンとか太田さんの域じゃないよ多分。いや、まあ言い方はあれですけども、規模が違う。日の絵虎の大運で日の絵馬の年でしょ。でもともと犬好きとかに生まれてるのでトラウマ犬になっちゃうと。もともとそんなに身が強くないので燃え盛るよね。ネタニヤフさんがね、やっぱりそういう炎上しちゃうっていうのはこの流れだとまあどうしてもありそうな気はし今ます。年来年空洞だし、空洞でボーボーに燃えるっていう感じの2年間ですよ。でこの人が仕掛けてたわけでしょ。そうですね。今攻撃をしないと核計画を止められなかったっていうふうに発言してらっしゃるそうですからね。だからまあそうかもね。掴んでるんかもしれないからね。なんともね、ではありますけど、だからまあ燃え上がっちゃう。でもここから先燃え上がっちゃうってことはどうなんだろうなっていうところでもありますけどね。トランプさんどうですか？でトランプさん読むの結構難しいんだけど、もともとこの人が月食の人だっていう話はしたでしょ。そうですね。前に。で今回の2月17日に日食がどこで起こってたかっていうと、トランプさんのディセンダントの真上で起きてたんですよ。ディセンダントの真上、要は外交交渉みたいな感じに見たりするのね。パートナーって見たっていいんだけど、だから2月のだからその時点で致命的な何かトランプさんのところで起きてた可能性があると。なるほどね。で今回月食でしょ。だから僕月食らへん危ないなって思ってたのは、今度はトランプさんの1ハウスで月食が起こるので、それがちょうどいい角度なんだよね。ちょうどいい角度って言っても伝わるかどうかわかんないんだけど、トランプさんの何かが起きるとすれば、こんな起きてもおかしくないような。ないよなーっていう風に思って見てたらこんなことになりましたよ。トランプさんの運勢、四柱推命で見ても虎月でしょ今月。だから、こっちちゃんと見なくちゃいけなかったのかなと。やっぱりボーボーに燃えるっていうさ感じ。これから多分ちょっとは抑えられるような時期になるとは思うけどっていう感じなんだよね。抑えられるっていうことであればどうなんでしょうかね、今後としては。いやだからトランプって読みづらくてさ、だからそういうような派手な年に今年来年再来年の前半くらいまで振り回すわけですよ。それがいいことも悪いことも含めて、なんでまだ序の口で一旦収まるかなとは思うけどね。だけどもう日の絵馬の年だから本来は一年中ボーボーな可能性があるというところだよね。とにかく3月の中旬くらいまではまだ僕は余裕があるっていうかさ、物価高とかになったらあれでしょ、リッター300円とか1ドル180円とかこれからなっていくとさ、今でも 1.5 倍から2倍くらいになってるでしょ。この 1.5 倍から2倍とかになったらきつくないですか？おにぎり今200円ぐらいするんですけど、おにぎり300円になるかもしれないよね。ささすがにね。で給料上がってないんだよ。だからみんなちゃんと備えてねっていうか、パニックになっちゃダメよ。トイレットペーパー買わなきゃとかってやんなくてもいいけど、ちょっとずつ早めにいろいろ買っとくみたいな。いつもより多めに保存食買っとくとか、なんかそういうことは生活防衛のためには大事じゃないかなとは思います。そうね。いや本当にね、この事態がね早く収束してほしいなと、多くの方にねやっぱり戦争ももちろんそうですし、こういった形でもいろんな影響出ますからね、早く収まってほしいなと思いますね。というわけでございまして、今週の国際情勢のコーナーでございました。さあ、ラストでございます。ラストはエクストラでございます。テックニュースなどを中心にですね、これまでのジャンルとは違う内容をお話ししていくわけでございますけれども、まずはですね、ちょっと変わったところでいきますと、声優の梶裕貴さん、4月に独立、音声 AI プロジェクトに注力ということでございまして、声優の梶裕貴さんが26日にですね、約13年所属した所属事務所ビムスを4月8日に退所、独立して、新しい会社の代表取締役となって、音声 AI プロジェクトに注力していくので、まあ梶さんといえばね、有名なところで言いますと進撃の巨人、エレン・イエガー主役の、主人公、あとはジョジョの奇妙な冒険とか、僕のヒーローアカデミアとか、轟くんね。お子さんでも、大人でも知ってる作品にも結構たくさん出てますし、奥様もね声優として活躍されてらっしゃるということで、本当に活躍されてらっしゃる声優さんですけども、音声 AI プロジェクトにね、さっき出たホリエモンってさ TikTok にやたら出てくるでしょ。 AI ホリエ、なんかそんな感じに声優さんも素材にね積極的に絡もうとしてるのかもしれないよね。まあそうですね、なんかそれがね結局データをなんか守るみたいなところにもなるっていうようなお話とかもねありますからね、逆にね、まあそういったところもちょっと注目かなというところではございました。そしてですね、これもまたちょっと興味深いんですけれども、新手法で LLM トレーニング効率向上、いわゆる AI のですね効率がさらにアップするというお話なんですけども、マサチューセッツ工科大学、早口言葉みたいなマサチューセッツ工科大学の研究チームが AI の学習にかかる電力や計算コストを大幅に削減できる新技術を開発、性能を落とさずに
に無駄な処理を省く手法で AI 開発の費用削減と環境への負荷軽減につながると期待すごいよね。すごいですね。ますます加速していくから、ほら4月27から本当に完全に風の時代になるよと言ってるじゃない。で AGI みたいなの多分もう来ちゃうんだと思っているんですよ。それが4月の末でしょ。だからもうこういうの出てきてるし、電力ではるかに欧米日本と合わせても中国の方が強い可能性があるんだよね。なるほどね。中国にオイルを出してるのってイランだったりするから、 AI 関連で見ていくと結構今何が起きてるのかって分かるというか、だって第二次大戦の時だって核兵器作れるかもしれないみたいな話だったわけでしょ。やっぱり産業革命、第二次産業革命とか第一次産業革命とかさ、そういう産業にインパクトが大きいことが起こる時って荒れるんですよ。で天皇制が大体双子座の辺ってそういう時代だったりするんだけど、今まさにそれだよね。本当に今各国が競い合ってっていうところですよね。だからここで遅れると自分たちの縄張り争いがね、猿だからさ我々不利になるみたいな、有利にならなきゃみたいな。なるほどね。それで言うとこのニュースもそうですよね。だからディープシーク次世代モデル公開前の情報共有先からアメリカの半導体メーカーを除外、ね、中国の、ね、AI 企業 DIC が次のモデルの、事前に共有しておく先から、NVIDIA とか AMD とか、これを除外してもうファーウェイとかの中国企業のみに限定と、いわゆる中国側の囲い込み戦略の一環として、行われてるんじゃないかということで、もう AI 戦争ですね。 AI 戦争始まったね。だから AI2027 ってレポートみたいなのが去年出て、僕も軽く扱ってたよね。メンバーシップとか話題にしてました。いや本当なってきちゃったねっていうね。できちゃいましたね。そうなんで AI 戦争の真っ只中だなとは思います本当にね。そんな中で AI 戦争どころか本当の戦争にもちょっと使われちゃったっていう話なんですけども、アメリカ軍がイランの攻撃にアンソロピックの AI クロードを使用したんじゃないかということで、アメリカの国防総省がアンソロピックのクロードを安全保障リスクに指定して使用停止を命じたわずか数時間後に、そのクロードがイラン攻撃の情報分析や標的特定に実戦投入されていたことが複数のアメリカメディアで報じられたと。アンソロピックとしては軍事転用を規約で禁止しており、セーフガード撤廃を求める国防総省との対立が背景にあるという中で、国防総省はすでにオープン AI の方とチャット GPT のオープン AI の方と新たな契約も締結しているというところですから、これもなんとも言い難いですね。なんかすごいよね。だからクロードやっぱそれ一番使っているんだけど、賢いですよやっぱり。賢くてクロードコードとかじゃないけどアプリとかも作れちゃう感じになっていて、2月だよねアンソロピックショック、1月末かな、みたいな感じで、やっぱクロードの性能がバカ高すぎて、もうだから SARS が死滅するみたいな感じで AI 界隈とかだったらね、結構話題になっていて、要はアプリとか別に作れちゃうよみたいな感じになっちゃったわけですよ。でそのくらいの最先端の AI がやっぱりそれは軍も使いたくなるんだろうね。そうでしょうね、やっぱりいいもんだからっていうんで使いたがるんでしょうけど、なんかちょっとやり口がなみたいな気が。でいやだから軍事転用ダメだよっていう規約になってるって言ってるけど、勝手に使ってたっていうことでしょ。そうですね。でそれを止めたからアメリカからアンソロピックはさ敵国認定みたいなされて、揉めに揉めてやっぱり使わないようにするねって、オープン AI が手を挙げてくれたからそっちするねって言ってたのに、結局システムがまだ変えられないから使っちゃいましたみたいなことでしょ。使えるうちに使っとけみたいなノリで始まっちゃったよね。イラン戦争ですからね。で僕はさアンソロピックって割と好きで、オープン AI だと AI が暴走しちゃうからっていうんで抜けてった人たちでしょやってたのって。ダリオ・アーモデイとかさで哲学者とか入れて倫理的な AI なんとかやろうって一番頑張ってたところじゃない。だけど性能が高すぎてこの度真逆の使い分け方をしましたと。やりきれないわ本当に。やっぱりね、なるべく本当に安全にって思ってたところがこうなってしまったっていうのはね。そうなんだよね。割と本当倫理的なところとかなんか哲学的な議論とかしてもクロード一番まともだったからやめてみたいに思ったね本当にね。本当にね、実際の戦争も、AI 戦争もそうですけども、まあなんとかいいところに収まってほしいなと思うんですけどね。なんとかならんかなとは思うんだけど、 AI の話はな興味ない人も多いからメンバーシップとかで話そうかな。そうですね。僕はやっぱりなんていうのかな、だからイーロン・マスクなんかは真偽善じゃなくて善じゃなくて好奇心って言ってんだよね。いろんなことを興味持っていくと人間にも興味持つはずだからみたいな話をしてたんだけど、これなんかブレーキぶっ壊れてるような気がするんですよ。ブレーキとかなんだろうな、初期値が大事だとかそういう話もあったりするんだけど、僕ね善って大事だと思うんですよ。真偽善の善ね。だから要はプロンプトを良心とかでフィルタリングするみたいなこと、
プロンプトを良心でフィルタリングする。人が何かプロンプト打つでしょ。それが例えばカントの定言名法から見てとか if とかそういう感情がそこの背景にあるかとかっていうのをフィルタリングしてから返答を出すみたいな、どっちかっていうと今憲法で守ってるんだけど、アンソロピックとかね。だからこれマニアックだね。めちゃめちゃマニアックですよ。そうだね。だけどそういうので要は一旦お前ちょっと待てよっていうブレーキが発生するような仕組みを仕掛けとくくらいしかないんじゃないかなと。だって憲法を変えちゃうんだもん、権力で。環境を構築するっていう方向性も僕は大事だなとは思うんですけど、やっぱり一方でこう人間がやっぱりもともと持ってるものとしてね、良心だよね。だから、良心みたいなものでブレーキが、良心って多分ね生命から来てるわけですよ。だから人を殺したらいけないよなとかさ、生物学的にうってこうなるわけよ、とか大自然とかなんかそういうのを見て if の念とか覚えたりするでしょ。覚えない恐れですよ。恐れってやつですね、自分がいかにちっぽけかみたいな感じとかさ、あとは普通にさ、ダメなものはダメみたいなロジカルな世界もあるでしょ、カントみたいな。なんかそういうところちょっとブレーキっていうか、だからそこに引っかかるような時はちょっと考えようよみたいなさ、返答をするみたいな、一回かますみたいな。だってルールをさ暴力で取っ払っちゃうわけでしょ。だったらなんか良心で多少ブレーキするくらいしかないのかなって思ったりするけどね。とか AI 自体がだからその良心を知っているっていうことも大事だし、なんか良心に気づく人が増えるっていうのも大事じゃないかなっていう気はするけどね。正義じゃなくて善ってことですよね。良心だね。真美善の善だよ。真美好奇心かよみたいには思うからね。なかなかねこう理解するっていうのが難しい方もいらっしゃるのから、そこでちょっとそういう解釈をされたのかなっていう気がしますけどね、だから科学研究は好奇心でもいいような気がするけどね、こういう戦争とかに使われることを考えると、そうやってだって規約とかパラエって言ってくるわけでしょ。そうですね。すごいよな本当に。すごい話ですからね、なんかそのくらいしかないのかなとは思いますけどね。なかなかねこうやっぱりこう対立していくね、世界が分断していくなんていうのはね、本当に進んでいるようにやっぱり感じてしまうので、そういう中でやっぱり良心を持ってちょっと世の中見ていくっていうのはね、そういった点でも本当に大事かなと思いますけどね。お花畑じゃあかんかねって思うけどね。お花畑でいるために何を考えるかっていう。そう、夜明けの前が一番暗いって言ったりするじゃないですか、だから今がその暗い時期なんだろうなとは思いますけど、暗いの怖い、やめてね。それをね、明るくなっていくようにね、していくためにもちょっと我々もね、なんか一般庶民だから何もできないなんて思わずね、逃げ惑うしかできないですけど、上手に切り抜けていきましょうねっていう感じですかね。はい。というわけでございまして、今週のエクストラのコーナーでございました。はい。というわけでございまして、そろそろエンディングのお時間でございますけども、今週の占いと時事は重かったですね。重かったよ。ちょっとちゃんと断っておきますけど、別に高市さんが嫌いとか、トランプさんが嫌いとか、そういうことは申し上げておりません。はい。あちら側だとか、どちら側だとか、そういうのではございませんと。ちょっと個人の感想が多少は入ってるかもしれませんけど、何やってんだかくらいしか思ってません。どっちに対しても。はい。はい。やっぱりね、分断とかね、言われる世の中ですから、あれですけど、いろんなニュースを占いの観点でね、見ているという、そういうコンテンツでございますので、よかったなと思う方は引き続きご覧いただければと思います。さて、占い観セレーネの方からのお知らせでございますけども、21、22で、ガーリックマネーカモさんの方でイベントを開催いたします。ぜひそちら、拡散よろしくお願いいたします。加納ココ先生が22日で白魔術、黒魔術の話、チャズ先生とします。魔女占い師さんですね。それから占い芸人の増形一馬先生と春分っていうこともありますんで、国際情勢チャズ先生にも話してもらって、3月21日エプスタイン文書とかイランとか出てくるんじゃないでしょうか。なんかそういうお話をさせていただきますので、両日ともに来れる人は来ていただいてっていう感じで、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。概要欄の方から入力フォーム貼っておきますのでよろしくお願いいたします。そしてレフリー今野さんのチャンネルにて私コラボ動画上がっていますので、もしよかったらブレイキングダウンとかそういうの興味ある方は見てみてください。それと使われるかわからないのでメディア関係あと2つくらい収録は済んでおります。どうなるんだろうね。テレビとかタレントさんとかどんな感じかノリがわかんないのでお待ちしてます。
はい。はい実際にこれ告知 OK になりましたらば、皆様にもお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。はい。というわけでございまして、今週も占いと自治お疲れ様でございました。お疲れ。また来週以降も続けていければと思っておりますが、そのためには、チャンネル登録、高評価、ハイプ、コメントなどよろしくお願いします。コメント全部読んで、返してます。アンチっぽい人にも返すか、まあ、ブロックしちゃう時もあるよ。アホかなって思った時は。うん、はい。はい。はい。だから、一回、ログイン別のアカウントとかでしてみてください。で、そこに自分のが載ってなかったらもう、ブロックしています。そこまでして確認する？だって、必ず1バットとかつくんだよ。ね、毎回一人だけいるの。で、同じ人じゃないかなと俺睨んでて、ごめんね。はい。ごめんね。まあそうじゃない方はね、本当にいつもコメントありがとうございます。はい、ね、楽しく見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、また来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。またね。